ほんの少し目を離した隙に秘密を知っている人がまた増えたの？それは俺が。私の失態です。変態さんを罵倒するのに夢中になってオフィリアさんの接近に全く気づきませんでした。責めるのであれば私を責めてください。いや、俺が君の忠告を聞かずにオフィリアを助けに行ったのが原因だ。いやいや、変態さんはそれでもオフィリアさんの前ではうまく隠していたじゃないですか。秘密がバレてしまったのは私のミスですよ。私が変態さんを罵倒しなければ。いや、オフィリアに気づけなかったことについては俺にも責任の一端はあるよ。いや、私なんてあなたを守るとまで言ってたのに。あなたたちすっかり夫婦みたいね。いや、まだ知り合ってから1日も経ってませんが。真似しないで。どうして黙ってるの？は？はい、そこまでにしてあなたたちの夫婦漫才にもいい加減飽きてきたことだし、そろそろオフィーリアの件をどうするか考えましょう。確かリリスさんって契約を結ぶ能力がありましたよね。秘密を守るようオフィーリアさんと契約をしてくれませんか？彼女が私たちと行動を共にすることは受け入れます。ただしそのためには秘密を守ることが前提条件です。契約違反の代償は？彼女にとって最も重要なヒロインとしてのアイデンティティ、つまりナビゲーターに関するあらゆる思い出が妥当じゃないでしょうか。彼女たちにとっては命よりも大切な代物よ。彼女が了承するかどうかね。大丈夫です。オフィリアさんならまず間違いなく同意してくれます。私たちのそばには変態さんがいます。変態さんを独占するためなら契約を結ばなくても秘密は守ろうとするはずです。契約はただの保険に過ぎません。じゃあ念のためにあなたたちも契約を結んでちょうだい。できません。私にはまだヒロインの記憶がないので。その契約って俺みたいな例外にも効果があるのか？やってみる。ダメね。こんなことは二度とごめんよ。二人とも今後は十分注意してね。はい。ナビゲーターの件はすでにスカディンに伝えてあるんだけど、用事があってすぐには来れないらしいの。でも彼女は信頼できる人を2人ガードマンとしてよこしてくれてる。ついでにナビゲーターのコズミックパスも手に入るはずよ。それまではこれ以上の面倒事は控えてちょうだい。信頼できる2人。サプライズだとかで誰なのかを教えてくれなかったの？分かった。じゃあオフィーリアを呼びましょう。ナビゲーターさん、ナビゲーターさん。どうしたんだ？なんでもありません。さっきからクスクス笑ってますけど、頭でもぶつけたんでしょうか？おーい、オフィーリアさん。なんでしょうか？何かご用ですか？解散って言いましたよね。いつまでも何してるんですか？ナビゲーターさんがいる場所がうちの家ですので。変態さんと一緒に寝るつもりですか？俺と？うちは騎士なんですよ。プリンセスが眠っている間の警護を務めるのは当然のことじゃないですか。俺はもうプリンセスじゃないよ。
それにここはそこまで危険な場所でもないだろ。いやはや油断も隙もありませんね。私があなたの企みに気づけないとでも思っているんですか？企みなんてそんなのありませんよ。変態さんなら今夜は私の部屋で寝ることになっています。そんな巨乳があれば変態さんを誘惑できるだなんて思わないことですね。せめてうちもご一緒させてください。ダメです。あのさ、オフィーリアは一人で寝るのが怖いんだろ。彼女も一緒でいいじゃないか。なんだよその目は。なんか変なことでも言ったか？どこで寝るかって話をしてたんだよな。うち一人じゃ寝れないんです。そうです、怖がりなので。ニボチン、寝てる間に何か起こっても私は知りませんからね。どういう意味だ？よー、リリス、探してたんだぜ。あら、昼間のお客さん？ちょっと時間あるか？話がしてんだ。それってアフターってことですか？でも夜は営業時間外なので。はあ？それじゃ意味ねえじゃん。あたいらはわざわざあんたが上がるの待ってたってのに。絶対ダメ。リリスはみんなのメイドだから。リリスの時間を独占しようだなんて考えちゃダメよ。それにただ誘うだけならそんなに大勢で来る必要ないわよね。我々はダークメイドマスターと話しに来たのだ。このタイミングでシーサイドパラダイスに来たということは我々と同じく宇宙の平和を目的としているのではないか。何のことかしら。我々の調査ではシーサイドパラダイスには何ら問題点は見られなかった。リゾート地らしい雰囲気、たまに現れる周年隊だって大した脅威ではない。みんなでその都度処理すればいいだけだ。それだけにどうしてシーサイドパラダイスが教会に宇宙の破滅をもたらす可能性のあるコズミックカタストロフだと判断されたのか解せないのだ。この星についてはあなたたちの方が詳しいのに、どうして私にそんな質問をするの？それはあなたが我々よりも高い権限を持つからだ。星の君主であるスカディから執行官として派遣されたあなたなら我々の知らない情報を掴んでいてもおかしくない。がっかりさせるようで悪いけど、教会がそう判断したのはドロシー・ドリッチがそう予言したからよ。ドロシーの予言は当たり外れが大きいけど、コズミックカタストロフの予言だけは100発100中だから。ドロシー・ドリッチはまだ生きているのか？周年隊討伐で犠牲が出るのはいつものことでしょう。やはり彼女は犠牲になったのか。なら彼女は復活したということか？それはどういう意味かしら。この宇宙ではヒロインが死ぬことはなく復活することができる。忘れたとは言わせないぞ。ごまかすのはやめてもらおう。ドロシー・ドリッチはこの世界で死んだ後、ヒロインはこの宇宙では死なないという法則によって復活したのかと聞いているのだ。そしてもしそうだとしたら、なぜ彼女を見た者がいないのだ。なぜコズミックソーシャルにある彼女のアカウントが長期間にわたって更新されていない。なぜ彼女は無断でパーティーを欠席した。なぜ彼女宛てのユナインメッセージは既読も返信もつかない。電波の届かない場所にでもいるんじゃない？
彼女は任務を遂行した後に消息を絶ったんだぞ。あなた彼女に嫌われてるんじゃない？そんな冗談が聞きたいんじゃない。彼女は私の友人なのだ。それはもちろん知ってるわ。だけどいいわ。この宇宙ではヒロインは死なないという法則が破綻したわけじゃないの。教会はドロシーの体を発見したから。体？呼び起こすことも彼女の意識を観測することもできないけどね。彼女の体は未知の力による影響を受けて破滅と蘇生を絶え間なく繰り返す疑似的な仮死状態にあるの。ちょっと待てよ。つまりこの星には今回の事件の黒幕にはアタイラを殺す能力があるってことなのか？ドロシーが死んだってことはアタイたちも死ぬかもしれねえってことか。メル、ドロシーは眠っているだけだ。ああ、眠ってんのか。それって死んでるのとどう違うんだよ。おいリリス、どうして教会はそのことを公表しねえんだ？ドロシーが公にすることを望んでいないからよ。あいつは死んで眠ってるんじゃねえのかよ。ドロシーは死ぬ前にこの事件の持つ危険性、つまりコズミックカタストロフについて公表するよう言ったわ。でも彼女の死は隠すようにとも言ったのよ。これについては教会でもいろんな憶測がささやかれたけど、最終的にみんなを納得させた点が2つあった。一つは彼女の死を隠蔽すること自体が最小限の被害で事件を解決する唯一の方法だと思われたから。2つ目は宇宙の安寧のためよ。私たちはヒロインたちが暴動を起こす可能性を恐れたの。何しろみんな時間を持て余しているし、どんなことに好奇心や不信を抱くかわからない。死に固執する者が現れてもおかしくはないから。あなたはどちらの理由なら納得する？いいだろう。教会の考えは理解できる。しかし秘密にしておくべき情報を我々に話して、あなたは大丈夫なのか？ドロシーは一匹狼タイプで、彼女を気にかける人はそう多くはなかった。あなたが彼女の友人だから話したまでよ。なら遠慮はいらないな。アルファ作戦成功。キレも狂ったの。ドロシーは私の友人だ。あなたもまた私の友達だ。リリス、ダークメイドマスターリリス。あなたへのメッセージは既読もつかないし返信もない。記憶が改ざんされている疑いがある。あなたは執念隊に汚染されてしまったようだ。正常に戻るまで心理法廷があなたを拘束収容した上で保護する。心理法廷？そんなことも忘れたのか。やはり汚染が進んでいるようだな。我らは宇宙心理法廷の執行者であり、この宇宙の平和を脅かす者に正義の鉄槌を下す者だ。抵抗はしてくれるな。さすが999通以上のメッセージを送り続けてきた厄介客。私はあらゆる友情を大切にする主義だ。ドロシーと同じようにこの孤独な宇宙において私の友人はごく限られているからな。だが今のあなたは私のよく知る友人とは言えないようだ。